どうも皆さんこんにちは、はらかんたです。先日、コンゴ民主共和国で広がるエボラ出血熱を取り上げました。その動画のコメント欄で気になったのが、日本でもエボラウイルスを研究しているという声です。調べてみると、実際に日本には検査や研究のために海外から輸入されたエボラウイルスが保管されています。もちろん日本でエボラの感染が広がっているという話ではありません。ただそもそもなぜ主にアフリカで流行してきたエボラウイルスを日本がわざわざ国内で保管し研究する必要があるのでしょうか。そして本当に安全なのでしょうか。今回は日本で行われているエボラ研究について公表されている資料をもとに事実関係を整理していきます。その前にそもそもエボラとはどんな感染症なのか、前回の動画を見ていない方もいると思うので簡単に振り返っておきましょう。エボラは主に感染した人の血液や体液に直接触れることで人から人へ感染します。感染すると高熱や強い倦怠感、嘔吐などの症状が現れ、重症化すれば命を落とすこともあります。致死率は平均すると約 50%、過去の流行では 25% から最大 90% に達したこともあります。現在、コンゴ民主共和国ではエボラウイルスの一種であるブンディブギョウイルスによる大規模な流行が続いています。8月13日時点で感染者は4500人を超え、2100人以上が亡くなり、感染は6つの州に広がっています。前回の動画ではこうした感染拡大の背景にコンゴ東部で長年続いている紛争や道路事情、医療へのアクセスの難しさなどがあることを、私が2023年に現地を取材した映像も交えながら解説しました。今回はそこから視点を日本へ移します。なぜ日本はエボラウイルスを保管しているのか、どんな研究をしていて、どのような安全対策が取られているのか、そしてネット上で出ている様々な情報はどこまで事実なのか、一つずつ見ていきます。ぜひ最後までご覧ください。日本にエボラウイルスが保管されているというのは本当なのか。結論から言えば本当です。東京都武蔵村山市には国立健康危機管理研究機構 JIHS の村山庁舎があります。ここには BSL-4 と呼ばれる施設があります。BSL とはバイオセーフティレベルの略で、扱う病原体の危険性などに応じて1から4までの段階があります。その中でも BSL-4 はエボラウイルスやマールブルグウイルスなど特に危険性の高い病原体を扱うことができる最も厳しい封じ込めが求められる施設です。すいません、完全に余談なんですけど、私バイオハザードシリーズが好きでほぼ前作やり込んでるんですね。今回 BSL-4 の施設について調べていたらちょっとゲームを思い出してしまって若干テンションが上がってます。すいません、話を戻します。村山庁舎の施設は2015年感染症法に基づいて国内で初めて BSL-4 の施設として指定されました。そして2019年にはエボラウイルスをはじめラッサウイルス、マールブルグウイルスなど5種類の危険な病原体が海外から輸入されています。しかも単に保管されているだけではありません。2026年1月に公開された資料では、実際に増やして保管しているエボラウイルスなどを使って抗体がウイルスの働きをどれくらい抑えられるのかを調べる検査を実施したことが報告されています。ここまで聞くとやはり一つ疑問が残ると思います。なぜ日本はそこまでしてエボラウイルスを国内で保管し研究する必要があるのでしょうか。大きな理由の一つは、日本国内で実際に患者が出た場合に備えるためです。エボラは主にアフリカで流行する病気だから日本には関係ないと思う方もいるかもしれません。しかし人が世界中を行き来する現在、流行地域を訪れた日本人が帰国した後に発症する可能性もあれば、流行地域から日本を訪れた外国人が入国後に発症する可能性もあります。実際2014年から2015年に西アフリカでエボラが大流行した際、日本でも西アフリカへの渡航歴があり、帰国後に発熱するなどしてエボラへの感染が疑われた人が9人いました。結果的には全員が陰性でしたが、日本国内で感染が疑われる人に対応しなければならない可能性は決してゼロではありません。そして感染者が出た場合への備えだけではありません。より早く正確に感染を確認する方法を開発したり、新しい治療薬が本当に効くのかを確かめたりするためには、実際のウイルスを使った研究が必要になることがあります。エボラのような危険なウイルスについて感染すると体の中で何が起きるのか、
どうすればより正確に診断できるのか、どんな薬が効果を持つのか、こうしたことを調べるために BSL-4 施設が使われています。つまり日本でエボラウイルスを保管しているのは単に遠いアフリカの感染症を研究するためだけではありません。日本で感染が疑われる人が出た時に対応するためであり、将来の流行に備えて検査や治療の技術を蓄積するためでもあります。ただここで気になるのが安全性です。これだけ危険なウイルスを実際に国内で増やし保管していて、本当に外へ漏れることはないのか。さらにネット上ではこの施設が東京都心へ移転するという話まで出ています。では実際のところはどうなのか、その話に入る前に少しだけお知らせをさせてください。私原寛太は世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身が国際協力の活動を始めた原点について書いた一冊です。興味のある方はぜひ動画下のショップからお買い求めください。まず BSL-4 施設は単に頑丈な部屋の中でウイルスを扱っているわけではありません。万が一実験室の中でウイルスが外に出ても施設の外まで漏れないようにいくつもの対策が重ねられています。例えば村山庁舎ではエボラウイルスなどを扱う作業は研究者が病原体に直接触れないよう密閉されたグローブボックスの中で行われます。こちらが実際の施設で作業している様子です。また実験室の中は外よりも気圧を低くする陰圧という状態に保たれています。ドアなどに隙間ができても中の空気が外へ流れにくくするためです。施設から排出される空気もそのまま外へ出すのではなく、非常に細かい粒子を取り除くヘパフィルターを二重に通す仕組みになっています。設備だけでなく緊急時の対応や職員への訓練も定められ、厚生労働省による立ち入り検査も行われています。村山庁舎でも研究者がウイルスにさらされた場合を想定し、警察や消防と連携した訓練が行われています。この安全性をめぐってもう一つ議論になっていることがあります。それが現在武蔵村山市にあるこの施設を将来どこへ移すのかという問題です。ネット上ではエボラを扱う研究施設が東京都心に移転するといった情報も出ています。ではこれはどこまで事実なのでしょうか。まず現在の村山庁舎から BSL-4 施設を移転すること自体はネット上の噂ではありません。現在の施設は1981年に完成しており、老朽化などを理由に武蔵村山市以外への移転が以前から検討されています。これは事実です。では東京都心に移転するという話は本当なのでしょうか。この話が出てきた背景の一つに2020年に厚生労働省の検討会がまとめた新しい BSL-4 施設の立地条件があります。そこでは厚生労働省本省と近いことに加えて一類感染症の患者を受け入れる国立国際医療研究センターから今より遠くならないことが望ましいとされています。ちなみに私もアフリカへ行く前の予防接種や帰国後に体調を崩した時には国立国際医療研究センターによくお世話になっています。いつもありがとうございます。他にも公共交通機関でアクセスしやすいことや周辺に大学や研究機関などがあることが条件に挙げられています。そのため新宿区富山にある国立国際医療研究センターの周辺へ移転するのではないかという見方が出ています。実際2025年1月には記者会見で新宿区富山にある国有地が移転先なのではないかと厚生労働大臣に質問が出ました。しかし大臣はこの時移転先を決定したという事実はないと明確に否定し、計画そのものもまだ検討中だと説明しています。一方で何の検討もされていないわけではありません。厚生労働省は移転先の候補を検討していること自体は認めています。ただし具体的な候補地については公開すると今後の議論や検討に支障が出る可能性があるとして公表していません。2026年8月現在、私が確認できた政府や JIHS の公表資料では具体的な移転先が正式に決定したという発表は確認できませんでした。JIHS では現在も武蔵村山市の村山キャンパスで BSL-4 施設が運用されています。ですから現時点では都心への移転が決まったと断定するのは正確ではありません。
ただ一方で移転そのものは実際に検討されていて、候補地が公表されていないのも事実です。ここまで日本でエボラウイルスを研究する理由やその安全対策、そして施設の移転をめぐる議論を見てきました。ここで少し視点を広げてみたいと思います。そもそも日本人が遠く離れた地域で流行する感染症を研究すること自体は決して最近始まったことではありません。その象徴的な存在の一人が野口英世です。野口は日本を代表する医学者の一人として世界各地で感染症の研究に取り組みました。1927年には当時イギリス領だった西アフリカのゴールドコースト、現在のガーナへ渡り黄熱病の研究を続けました。そして翌1928年、自らも黄熱病に感染し現地で亡くなっています。黄熱病は現在もアフリカや南米などで発生している感染症ですが、現在では非常に有効なワクチンがあります。一度の接種で長期間にわたって予防効果が期待できます。私もウガンダなどアフリカへ渡航するために黄熱病のワクチンを接種しています。ウガンダに滞在していた時には現地の小学校で子供たちが集団接種を受けている様子も見たことがあります。そしてガーナには現在野口英世の名前を冠した野口記念医学研究所があります。日本の国際協力によって設立され、現在も感染症研究の重要な拠点として活動しています。野口がガーナで亡くなってからおよそ半世紀後に設立され、その名前が今も現地の医学研究に残っているわけです。当時の野口の研究にはその後の科学によって修正された部分もあります。野口は黄熱病の原因をある細菌だと考えていましたが、その後黄熱病はウイルスによって起きることが分かりました。ただそれも含めて感染症研究は一人の研究者や一つの国だけで完結するものではありません。研究が積み重ねられ、時には以前の説が修正されながら少しずつ医学が前に進んできました。アフリカで発生する感染症を日本の研究者が調べることもあれば、日本で蓄積された研究や技術が海外の感染症対策に使われることもあります。最後にこの動画を通して一番お伝えしたかったことがあります。エボラと聞くと致死率が高い、非常に危険なウイルスというイメージを持つ方も多いと思います。それ自体は間違いではありません。実際に感染すれば命に関わる非常に危険な感染症です。ただ怖いものだからこそネット上では日本にエボラウイルスがある、東京の中心部に移されるらしいといった情報が確認された事実と推測が混ざった状態で広がりやすくなります。だからこそ大切なのは、怖いから危険だ、政府が大丈夫と言っているから安心だとどちらかの結論を急いで出すことではありません。日本には実際にエボラウイルスが保管され、実際のウイルスを使った検査も行われています。一方でそれには感染症への備えや検査、治療法の研究という理由があり、 BSL4 施設では何重もの安全対策が取られています。そして施設の移転は検討されていますが、現時点で東京都心への移転が決定したと確認できる公表資料はありません。これはエボラだけの話ではありません。戦争や感染症、災害など私たちが強い不安を感じるニュースほど、事実を確かめる前に感情の方が先に動くことがあります。だからこそ怖いニュースに触れた時ほど一度立ち止まって確かめる。何が確認された事実で何がまだ分かっていないのか、そこを切り分けて考えることが大切です。この動画が強い不安を感じるニュースに触れた時、事実と推測を切り分け自分で確かめながら考えるきっかけになれば嬉しく思います。皆さんは今回の動画を見てどう感じたでしょうか。ぜひコメント欄で感想を聞かせてください。このチャンネルでは国際問題や社会課題についてニュースの表面だけではわからない背景まで掘り下げて解説しています。世界で大きな出来事が起きた時に見出しや SNS だけに振り回されず、自分で考えるための視点を養いたい方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画を見てもう一歩踏み込んで国際問題や社会課題について考えたい方、私が運営するオンラインサロンシナジーも覗いてみてください。立場や背景の異なるメンバーと意見を交わしながら YouTube では語りきれないテーマについてさらに深く学んでいます。興味のある方は概要欄のリンクからホームページをご覧ください。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。